はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は、あれ ?2 つありますね。2モデル同時レビューですか？そう、イボークとアルーア。どちらもキームーンっていうメーカーのモデルだよ。初めて聞いたわ。どんなメーカーなの？ウェブ情報を抜粋してきたので上に表示してる。メカニカルキーボードが中心で、カスタムキーボードのマテリアルとしてキースイッチやキーキャップなどメカニカルキーボード好きな人には魅力的なアイテムがたくさんあるんじゃないかな。今のところ IEM のラインナップは今回レビューする2モデルのみなんですね。そのようだね。 Amazon やアリで買えるの？アリにはオフィシャルストアがあったわ。Amazon でアルーアは見かけたけど3倍くらいの価格になってたの。わかる範囲で概要欄にリンク貼っておきます。この2モデル、自社開発なのか OEM なのかなどの素性は調べず、バイアスのかからない状態でシンプルに音がどうなのということにフォーカスして進めます。調べるのめんどくさいんでしょ？そんなことないわ。まず共通してるとこからいきましょうか。両方ともケースが大きいのよね。開けるとどっちもこんな風にガサッと入ってるの。ちょっと雑な感じ。何か別のケースを流用したみたいね。使えそうなケースだからこれなんか入りそうと思ってトラックボール入れてみたよ。トラックボールが入る大きさってことでイメージはつかめたわ。イボークのカラー展開は3色。エメラルド、ダーコイズ、ジャシンス。全体的にちょっと派手な感じ。この仕上げの模様は一点物ですね。見る角度で雰囲気が変わって綺麗です。撮影はしにくいけどね。1DD プラス 2BA のハイブリッドモデルで 10mm ダイナミックドライバー1機で振動板素材が LCP、 2機の BA はノールズ社製。医療用レジンを 3D プリントしたハウジングで軽め。イヤーフィンありだけど凹凸は少なめ。上部ベントホールのエアフロー調整の効果で音質は開放的。かすかな音漏れはあるけどフェイスプレート側からではないので気になるほどではない。アルーア、愛はフランス語読みのアリュールの方が好きかな。カラー展開は一色のみ。DLC のダイヤフラムをベリリウムコーティング。表面張力の増加により非常に応答性が高い。ボディ素材は金属ですが片側 5.6g なので重くはないですね。では音を聞いてみましょう。サウンドチェックは3曲を約50秒にまとめ2セット流します。最初の50秒はアルーアを基準に調整。次の50秒はイボークを基準に調整しています。ニアピはスピンフィット W1 を。ケーブルは各モデル付属のものを使用し音収録しました。ではどうぞ。音量上がります。スイッチするよ。はい。では2モデルの波形チェックいってみましょう。イボークは低域はさほど量感なくタイトでベースラインが追いやすいですが100から 200Hz にかけての減衰が早めてちょっと軽い感じしますね。アルーアだとここが緩やかですがこちらの方がよく見かけるカーブの傾向だと思います。聴覚上もアルーアの方がどっしりした感じでした。この帯域はどちらも極力減衰を抑えた感じで再現性は高く全体的にもレベル差が小さめに見える。ここで特徴の違いがはっきり出ていてアルーアの中高域が豊かなのが効いていてわかるわね。その代わりその上の帯域はピークはあるけど小さめだからアルーアは広域があまり鋭くはないわね。イボークは2から4キロあたりはほどほどといった感じの出方でアルーアに比べれば少し弱めに見える程度。これが少し軽い低域とのバランスがうまくいっている感じで開放感のある聞き心地と相まって見通しの良いサウンドになっています。さらに6から9キロくらいで繊細な広域を作っているのでこの波形でも軽いドンシャリの感触系サウンドになっています。イボークをまとめると低
域は程よく、ベースラインが追いやすい傾向。ボーカルの自殺音は多少感じるが、嫌味のない繊細な雰囲気。シンバル系、ハイハットワークの細かい表現が秀逸。低、中、広域の分離が割とはっきり感じられ、それに楽器間の分離が追従する感じ。サウンドステージはかなり広く感じる。セミオープンほどではない、クォーターオープンな開放感。波形で見るより、低域、広域が目立ち、軽いドンシャリで感触系の出音。アルーアをまとめると、どっしりとした低域、やや量感優位。ボーカルは刺さらず。ピアノの中域、ブロックコードでのバッキングがとても豊かな響き。サックスのメロディーラインやブラスセクションはシャープさと豊かさを併せ持つ。シンバル系は一歩引いたところから出てくる感じ。サウンドステージはリボークほどではないが、広め。分離感はあるが、強調することなく、割とまとまっている。リケーブルしても分離の変化は感じず、バランス接続で分離と広域の伸びが良くなり、改造感も上がった。トータルでは低中心でややウォームな感じの芳醇な響き。ドンシャリは苦手という人向けという感じです。ドライバー構成やボディの素材、価格帯の違いなど、コンセプトの違った2モデルが用意されているわけですが、どちらもエントリーモデルではなく、しっかり作られていることがわかります。今回はスピンフィット W1 で音収録したのよね。そうよ。アルーアの小引きがもうちょっと出てくれると嬉しいなぁと思って、イヤピをセドナイヤーフィットライトに変えてみたんだけど、アルーアに関してはスピンフィット WY よりセドナイヤーフィットライトの方がハマったわね。この部分の減衰が減って広域がもうちょっと欲しいなーっていうのがうまくいった感じよ。リボークもやってみたけど、こっちはちょっと出過ぎる感じしたんで、スピンフィット W1 のままでいいみたい。なるほど。たくさんあるイヤピの中から普段の測定結果を元に決め打ちしたのね。ミミエちゃん、さすがね。まあ耳の妖精ですから。じゃあジャックさん、まとめてもらえますか？オッケー。本格派な2モデルでほぼ付け入る隙のない仕上がりですが、リボークの場合2万超えの価格となり、トータルの印象が申し分ないですが、この価格帯には優秀なモデルが多く、選択肢もたくさんあるので、知名度の低めなモデルにどこまでユーザーの手が伸びるかどうかという点がポイントでしょうかね。アルーアは1万円台前半の価格設定が少し高めに感じました。ベリリウムコーティングのモデルだとキウィヤーズ、カデンツァが5000円台ですから、もう少し価格が下がると手が出しやすいんじゃないかなと思いました。傾向の違う2モデルはどちらの印象も良かったんですが、どちらかを選ぶとしたら個人的にはエボークが優位かなと思います。ということで、キーブーンの IEM、エボークとアルーアのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。